日本人は薄情者だ。京都嵐山の竹林を訪れた中国人配信者がライブ中にそう吐き捨てました。注意もできないヘタレ民族だろう。彼はそう言いながら立ち入り禁止区域へ勝手に侵入します。しかしその直後、彼の背後から発せられたある声が空気を一変させました。そして彼らは思いもよらぬ結末に直面することになるのです。また日本行くのを、あんな偽善の国、何が楽しいのさ。広東省の高層マンション、その一室で投げ捨てるように放たれた言葉です。声の主は動画配信者の長でした。傍らには同じく配信仲間の林と長がいます。彼らは中国の SNS 界隈で人気を集める過激旅行系インフルエンサーです。観光地での過剰なリアクションや現地文化を揶揄するスタイルで注目を集め、再生数を稼いできました。中でも長は日本に対して強烈な嫌悪感を抱いています。彼の投稿には日本人のマナーや公共意識を笑いのネタにするものが多く含まれています。電車で大声出しても誰も注意しない。看板を無視しても誰も文句を言わない。日本人の無反応さを逆手に取った挑発的な映像が並びます。それぞれの投稿には日本文化を見下すような嘲笑のコメントが添えられていました。フォロワーたちはそれを面白がり、時には称賛の声も上がっていたのです。長たちはまさに日本をバカにすることで受けを取る存在です。悪びれる様子は全く見せず、むしろその態度は回を重ねるごとにエスカレートしています。最近では日本で何をやっても咎められないとまで豪語するようになっていました。今回の目的地は京都嵐山です。風光明媚な竹林が人気を集める日本屈指の観光スポットとして知られています。彼らが狙うのは一般人の立ち入りが禁じられている保全区域でした。静寂と神聖さを称えたその空間をあえて踏み荒らすことで日本人がどう出るかを試し、それをネタにしようという魂胆だったのです。日本人の本音を引きずり出してやるさ。長は薄く笑いながらカメラバッグのファスナーを閉じました。その目には反省も躊躇もありません。あるのは視聴数と収益だけです。林と長もそれに同調し、今回もバズるぞと笑い合いながら出発の準備を進めていました。一方、そのマンションの外では夜の風がざわめいています。それは嵐山の竹林を守り続けてきた何かが静かに動き始めた兆しでもありました。関西国際空港のゲートを抜け、長たちは日本の地に足を踏み入れました。顔に浮かんでいるのは旅の喜びではありません。それはこれから仕掛ける挑発に対する期待と興奮に近いものです。さて、今回はどんな顔が見られるかな。長がにやりと笑うと、林と長もそれに応じて笑いをこぼしました。彼らの目的はただの観光ではありません。日本人の薄情さを暴き出すという名目であえてルールを破り、それを動画に収めて配信するという計画を立てていました。見てろよ、日本人ってさ、表面上は礼儀正しいふりしてるけど、本当は無関心で冷たいだけなんだよ。長はそう断言し、用意していた配信用の機材を確認します。三脚付きの高性能カメラ、ワイヤレスマイク、そしてモバイルルーター。配信に必要な道具は全て揃っていました。しかも今回は事前に下調べを行い、警備や監視が手薄な時間帯まで把握済みです。完璧だ。長の声には自信が満ちていました。電車を乗り継ぎ、観光客で賑わう京都の街を抜けていきます。やがて彼らは嵐山の地へとたどり着きました。新緑の季節、空気はすがすがしく、竹林には風が優しく吹き抜けていました。しかしその美しさは彼らの目には映っていません。彼らにとってはネタになる場所であり、映える背景に過ぎなかったのです。一方、同じ嵐山の地ではまだ人通りの少ない早朝、竹林の奥を静かに歩く男がいました。地元の保全スタッフである佐々木です。40代半ばの彼は無口で実直な性格で、竹林の管理に10年以上携わってきました。毎朝の日課として竹の状態や立ち入り禁止区域の確認を欠かしません。一本一本の竹の健康状態を見極め、枝の落ち具合や根の張り方にまで目を配る彼はまさに職人です。佐々木にとってこの竹林は単なる自然ではありません。歴史と文化が宿る守るべき聖域、それが嵐山の竹林なのです。この日も佐々木はいつもと変わらず見回りを続けていました。しんとした空気の中に遠くから鳥のさえずりが聞こえてきます。竹と竹の間から差し込む光は柔らかく、地面の苔も美しくその光を反射し輝いています。
観光地としての顔の裏にもう一つの新星が、そこには確かに息づいています。ふと佐々木は立ち止まりました。立ち入り禁止区域のロープがかすかに揺れていたのです。彼の鋭い目が竹林の奥へと向けられました。まだ姿は見えませんが、何かが起こる予感がしています。早朝の嵐山、澄んだ空気の中にわずかな風が吹き抜け、竹林がさやさやとなっています。しかしその静寂を切り裂くように突如としてけたたましい笑い声が響き渡りました。おい見ろよ、この看板、立ち入り禁止だってさ。原色のジャケットに身を包んだ蝶が声を張り上げて指さしたのは、竹林の保全区域を示す警告看板です。傍らの林と蝶はそれをカメラに収めながら面白がるように反応します。こんなの誰が守ってんの？マジで意味不明。とりあえずいい絵が撮れればそれで OK でしょう。辺りにはまだ人の姿は少なく、観光客の波が押し寄せる前の静けさが広がっていました。それを狙ってきた彼らにとっては絶好の撮影タイムとなります。蝶はカメラの前でポーズを取りながらロープを足でまたいであっさりと中へ侵入しました。林と蝶もそれに続き撮影を続けます。その様子はスマホからライブ配信され、多くの視聴者がリアルタイムで視聴していました。見ろよ、誰も止めに来ない。やっぱ日本人は黙って見てるだけだわ。蝶が高笑いしながら竹の一本に背を預けた瞬間、バキッと乾いた音が鳴り、細い枝が折れました。それを見て笑い転げる蝶。林は地面に落ちていた小枝を拾い、バシバシと竹をはたきながら音を鳴らし始めます。その響きは静寂に包まれた竹林に異様なほど大きく反響していました。彼らの言動は次第にエスカレートしていきます。これが日本の自然だってよ。なめてんのか。インスタ映えする場所ってより普通にジャングルじゃん。日本の自然をバカにする発言を次々と繰り返しました。カメラの前でふざけて転び、竹に抱きつき、さらには足元の苔を踏み荒らしながらジャンプまでする始末です。まるでそこが遊園地であるかのような振る舞いでした。その異様な光景を少し離れた場所から見守る人物がいました。佐々木です。彼は立ち入り禁止区域の入り口から静かに彼らの行動を見つめていました。驚いた様子は見せませんが、表情は明らかにこわばっていました。手にはスマホが握られており、録画ボタンを押したまま蝶たちの行動を一つ一つ記録し続けています。彼にとってこの竹林は単なる職場ではありません。地域の誇りであり、自然と文化が調和する聖域でもあります。それを蹂躙する彼らの姿は許しがたいものでした。とはいえ佐々木は怒鳴り込むような真似はしません。感情では何も変わらない。それが彼の持つ信念です。一方、配信を見ていた視聴者のコメント欄には、やりすぎじゃないか、日本ってこんなことしてもいいのと少しずつ違和感の声が混ざり始めていました。しかし蝶たちは全く気にする様子がありません。いや、気づいていたとしても意に介さなかったのかもしれません。もっと面白くしようぜ、奥まで行ってやろう。蝶の掛け声とともに3人はさらに深部へと進みます。禁止区域の奥には保護されてきた竹が密集するエリアがあります。そこは一般観光客すら近づけない貴重な生態系が残された空間です。その場に土足で入り込み、跳ね叫び暴れ回る3人。まさにやりたい放題の光景が繰り広げられていました。静けさと神聖さを誇っていた嵐山の竹林は今無残にも踏みにじられています。誰の許しも得ず、誰の思いも汲まず、ただ笑いと再生数のためだけに、見ろよ、この角度、インスタ映え確定だろ。竹林の奥深くで蝶が叫びました。すでに彼らは保全区域の中でも特に立ち入りが禁じられた核心部にまで踏み込んでいます。そこでは密集する竹が独特の光のコントラストを生み出し、幻想的ともいえる空間が広がっていました。しかし彼らの目にはそれもただの撮影セットに過ぎません。もっと奥に行こうぜ、あの竹いい感じに傾いてる。林が自撮り棒を高く掲げ、ライブ配信を続けながら声を上げました。蝶は地面を蹴ってジャンプし、竹と竹の間を走り抜けるように駆けていきます。嵐山最高、これがリアルジャパンだ。その叫び声が静かな竹林に反響していました。湿った地面を踏みしめるたびに苔が潰れ、地形がわずかに崩れていきます。竹の根元に無理やり腰を下ろし、枝を手でしならせながら蝶はカメラに向かって誇らしげに話しかけました。これ見てよ、柔らかくて扱いやすい、まるで日本人そのものだな。あざけるような口調でした。
誇りや敬意とは無縁の視線です。その様子は SNS を通じてリアルタイムで世界中に配信されていました。しかしコメント欄には変化が現れ始めます。これはやりすぎでは、日本の自然を壊してる。批判的な書き込みが徐々に増えてきましたが、それでも蝶は笑いを浮かべていました。これがバズるんだよ。話題になれば勝ちだろう。ライブ配信の向こうにいる視聴者の声をあえて無視するかのように彼らはさらに過激な演出を企てていました。アクロバットショット、撮るぞ。蝶が叫び、カメラの向きを変えます。湿った苔の上に足をかけ、竹と竹の間を飛び越える計画です。林はカメラを構え、蝶は地面を鳴らして準備を整えました。失敗しても受けるし、成功すりゃもっと映える。しかしその時、視界の片隅、竹の陰に立つ佐々木の姿に、彼らはまだ気づいていませんでした。佐々木は竹の陰から様子を伺いながら、スマホの録画を継続していました。眉間には深いシワが刻まれています。その目には、怒りというよりも悲しみが宿っていました。守ってきた自然が無残に踏みにじられていく光景。それを止めるために、今は冷静さを失ってはならないと佐々木は何度も自分に言い聞かせていました。蝶が準備を整え、深く息を吸い込みます。その背後では、林がカウント行くぞ、と声を上げました。3、2、1、ジャンプの瞬間、配信の視聴者数は一気に跳ね上がります。数万人がその瞬間を見守る中、蝶の体が宙を舞いました。しかし足元は、湿って滑りやすい苔に覆われていたのです。つる、空中でバランスを崩し体は傾き、竹の根元に向かって傾斜を描きながら落下していきました。うわ、その声とともに、重い音が竹林に響き渡ります。肩を強打し、続けて背中から定位置に叩きつけられました。ぐ、うめき声を漏らしながら、蝶はうずくまります。大丈夫か、蝶。慌てて駆け寄ろうとした林と蝶。しかし、彼らもまた足を取られて転倒してしまいました。蝶は地面にうつ伏せになったまま動けず、右足を押さえて苦悶の表情を浮かべています。ライブ配信は止まりません。転倒の瞬間から叫び声、倒れ込む様子まで全てが中継され続けています。コメント欄は瞬時に炎上しました。自業自得、これ通報案件だろ。非難の嵐が巻き起こります。その場に居合わせた観光客たちも異変に気づき始めていました。竹林の陰から佐々木は一歩も動かず、その場を見つめていました。倒れた蝶の姿、うずくまる林と蝶、破壊された苔の緑、折れた竹の裂け目、地面に残された無数の足跡、それらすべてが静かだった嵐山の竹林に突き立てられた傷であり、守る者にとっては耐え難い現実です。それでも佐々木は感情を抑えていました。怒りをぶつけたところで彼らに反省を求めることはできないと理解していたからです。これまでも竹林には少数ながら規則を無視する訪問者がいました。その度に佐々木は感情的にならず、記録を残して静かに通報してきました。理由は一つ、証拠こそが唯一の武器だからです。佐々木はスマホの画面を操作し、録画を一時停止しました。次に開いたのは、京都市の文化財保護課と地域警備隊が連携して使用する通報用アプリです。撮影した動画、位置情報、日時、容疑者の外見、そして現在の状況、それらを丁寧に、かつ正確に入力していきます。決して焦らず、漏れなく確実に進めました。送信をタップした瞬間、画面には報告が受理されましたと表示されます。続いて、警備隊からの自動返信が届きました。10分以内に警察と合同で現地に急行します。その一文を見て、佐々木は深くうなずきました。やるべきことはやり終えた。あとは、叱るべき人々に託すだけです。それでも彼は、スマホをポケットに戻すことはありませんでした。蝶は痛みに顔を歪めながら、足を引きずるようにして立ち上がろうとしていました。クソ、日本の苔のせいで、責任を環境に押し付けるその言葉に対しても、佐々木は無言のまま、記録を続けています。言葉の一つ一つが、後に必要となる証拠になるためです。その頃、嵐山の保全協会の事務所でも異常を知らせる通知音が鳴り響いていました。佐々木さんから、現場報告が届きました。スタッフが画面に映る映像を確認し、すぐに判断を下します。警察と消防に連絡、文化財課にも通報履歴を送信して、関係各所が迅速に動き始めていました。通報された情報は京都府警の指令センターにも転送され、
最寄りのパトロール隊が急行態勢に入りました。さらに消防も出動準備を整えて搬送の必要があれば対応できるようストレッチャーを積んだ車両が待機します。つまり蝶たちの遊びはすでに大きな問題として公的機関に認識されていたのです。しかし本人たちはその重大さにまだ気づいていません。けれども事態はすでに取り返しのつかない段階に突入していました。行くぞ、これが決めショットだ。蝶は再び叫んでライブカメラに向けてポーズを取りました。右足を引きずりながらも無理に体勢を整え、竹と竹の間を飛び越えようと身をかがめます。もうやめとけって、足やばそうだぞ。林が焦り気味に叫びましたが、蝶は聞く耳を持ちませんでした。このままじゃ閉まらねえだろ、最後に派手に決めて終わるんだよ。蝶も止めようとはせず、むしろカメラのアングルを調整しながら回してる。いけるぞと煽ります。しかしその瞬間、背後から追い、何をしているという低く強い声が響きました。振り向いた彼らの目に飛び込んできたのは、制服姿の警察官とヘルメットをかぶった消防隊員たちです。青と赤の点滅灯を乗せたパトカーと救急車が竹林の入り口に停車していました。その光が竹の隙間からチラチラと揺れて見えます。止まりなさい。立ち入り禁止区域への侵入を確認しています。蝶の顔から一気に血の気が引いていきました。なんだよ。いきなり警告は出ています。動画の記録も確認済みです。警察官の冷静な声に林と蝶も呆然と立ち尽くしていました。しかし騒動はそれで終わりではありませんでした。周囲にはすでに数十人の観光客が集まり始めています。スマホを構え状況を撮影する人たちの姿も見られました。ざわめきの中からは次第に批判の声が混じり始めます。何やってんだあの連中、禁止されてるのにわざわざ入ったのかよ。しかも配信してたのか、信じられない。蝶が視線を向けると、すでに数人の観光客が SNS に動画をアップロードしている様子が目に入ります。日本人は冷たい。蝶が突然怒鳴りました。誰も助けてくれなかった。見てただけだろ。しかしその言葉に観光客の一人がはっきりと返します。看板無視して入ったのはあんたらだろ。自業自得だよ。自然と文化を踏みにじったんだ。その瞬間、蝶の顔は真っ赤に染まり言葉を失いました。そして警察官のもとに佐々木が歩み寄ります。手には録画データが保存されたスマホを持っていました。この方々の侵入から破壊行為まで全て記録しています。その報告に警察官がうなずき、スマホの映像を確認します。これだけの証拠があれば処分は免れませんね。静かに告げられた一言が蝶たちに現実を突きつけました。文化財保護条例違反の疑いで署までご同行願います。その場で容疑と手続きの説明が読み上げられます。蝶は反論する気力もなく、ただうなだれていました。林と蝶も同様に沈黙したまま動けずにいます。カメラ機材は押収され、ライブ配信は強制終了となりました。画面にはこの配信は終了しましたの文字が映され、数万人の視聴者が騒然とします。その後、事態は瞬く間に拡散されました。立ち入り禁止区域で中国人配信者が事故、逆ギレという見出しがネットを駆け巡り、配信動画は切り取られて TikTok や Twitter で一気にバズりました。コメント欄には怒りの声が殺到します。最低すぎる。自然に対する冒涜。これが文化破壊だ。蝶のフォロワー数は激減し、スポンサー企業からは契約打ち切りの通知が届く事態にまで発展します。ある者は呆れ、ある者は怒り、またある者は当然の結果と納得していました。ネットという巨大な社会の法廷において、彼らの罪は一瞬で裁かれていったのです。佐々木は最後に折れた竹の根元へ視線を落としました。そこには泥にまみれた足跡と手で強引に引き裂かれた痕跡が残されていました。彼はしゃがみ込み、そっと折れた竹を手に取ります。その表情には安堵とともに深い悲しみが入り混じっていました。竹林の静寂が戻りつつある中、佐々木は静かに立ち上がりました。そして何も言わず再び見回りの仕事へと戻っていきます。蝶たちは文化財保護条例違反などの処分を受けた後、国外退去となりました。再び日本の地を踏むことは今後一切許されない措置となっています。彼らの動画は皮肉にもインターネット上に永遠に残り続けます。それは愚行の証拠として世界中にさらされ続けているのです。ルールを嘲笑った者たちに訪れたのは
まさに当然の末路でした。いつもご視聴ありがとうございます。